特定学生へのひいきが過ぎる。そう保護者たちから苦情が入り、青年は会議に呼び出されていた。お気に入り、優遇、不平等。次々と飛び出す不満の言葉に、青年は涼しい顔をして答える。美の前に平等などはありません。あなた方の目には、ダイヤモンドの原石と路傍の石が同じに見えているのですか？それとも、それを知りながら同様に石を磨けと？それはあまりにも無駄で愚かな行為でしょう。何ら罪悪感なく、スラスラと持論を展開する青年に、保護者たちは激高する。上層部は青年に一時休職を命じた。保護者たちの間で、どうやら先生がやり玉に上がっているらしい。僕をひいきしすぎだと。でも、そんなの当たり前じゃないか。僕は先生の夢を叶えるための神様からの贈り物なんだから。いいでしょう。休職を受け入れます。美に至る資格のない者たちに教えるのも飽き飽きしていたところです。全倒す。真の美など、所詮凡人にはわかるまい。しかも、外野に置かれた者たちなどなおさらだ。真の美をなす才能を前にしたとき、人間が取る対応にはいくつかある。一つ目は、才能ある者が同じく才能ある者に気づき、互いを認め合う。これが一番美しい構図だろう。二つ目は、才能ある者が才能ある者に打ちのめされる。そうして、時には嫉妬から足を引っ張るようになる。これは醜くも悲しい構図だ。三つ目、これが一番罪深い。才能なき者が才能ある者を見抜けないことだ。神からのギフトを理解せず、才能ある者を愚かにも自分たちと同じとみなし、同様の扱いを望む。これ以上に醜い構図はない。己の子供可愛さに目がくらみ、優劣をつけることに過剰反応する保護者たち。それらの顔色を伺い、才能を埋没させ、出る杭を打つ教育者たち。ああ、醜い。本当に、人間とはなんと愚かで醜い生き物だろう。だからこそ、私は真の美しさを求めずにはいられないのだ。青年は学生の指導から離れた。しかし、深夜の教室には相変わらず青年と学生の姿があった。
一音一音に魂を込めなさい。一つたりとも妥協してはなりません。何度も何度も中断し、その度に頭から引き直す学生の指は限界を訴えている。それでも学生は青年に従って鍵盤に向かった。楽譜から作者の意図を読み取るのです。なぜここはクレッシェンドなのか、なぜここで転調するのか。ピアノを前にしながらも、二人はまるで戦場にいるかのようだった。先生とのレッスンは戦場だ。一秒たりとも気が抜けない。精神はすり減り、指は疲れて鈍くなる。けれど、真の美に近づくためには、泣き言なんて言ってられない。まだだ。まだ真の美には遠い。しかし、諦めないでください。あなたは、神に選ばれたものなのだから。あなたなら、いや、あなただからこそ、私と共に、必ずや美の極地にたどり着ける。スタンディングオベーションを。ふと青年が演奏を止めさせた。この角度で弾くのはいけません。手首を痛めてしまいます。疲れで動きが鈍くなってきた学生の手を青年は己の手で優しく包む。周囲が抱いているだろう青年の冷たい印象とは違い、その手はとても温かい。あなたの手は神からの賜り物。大事にしなければなりませんよ。いずれ完璧な美を奏でるだろう学生の手を、青年は慈しむようにさすった。その学生の背には、指揮棒で打たれた赤い跡が残されている。口の悪い人たちは、先生は僕の才能に嫉妬していると言った。けれど違う。嫉妬なら、指導を口実に僕の手を潰すだろう。でも、先生は必ず僕の手を慈しんでくれる。僕はこの時が一番幸せなんだ。